日本史梶原景時追悼の黒幕。鎌倉幕府の第二代将軍源頼家を補佐する13人の合議制がスタートしたその年、真っ先に脱落したのが梶原景時である。景時を追悼した黒幕は一体誰なのかを詳しく見ていこう。源頼朝が挙兵した時、梶原景時は大場景親の下で平家方として戦った。しかし石橋山の戦いでは絶体絶命のピンチに追い込まれて自害まで考えた頼朝を助けている。そのため起死回生の勝利を収めた頼朝は大場景親は斬首したが、梶原景時は恩に報いて御家人に取り立てている。当時の鎌倉武士としては珍しく教養豊かな景時は持てる才能を遺憾なく発揮したため、頼朝に側近として重用された。任務に忠実な景時は感情を交えずに正確に頼朝に報告したため、源義経は頼朝と不和になるなど多くの武士たちが頼朝に粛清や処罰されることになった。そのため景時は頼朝の生前から讒言の景時、讒言の平座と御家人たちに嫌われ恐れられた。頼朝は頼家の乳母に比企能員と共に景時を任じたが、頼朝の死後この選択が大きな災いとなっている。1199年建久10年正月に頼朝が急死、まだ18歳の頼家が鎌倉殿の後を継いだ。若い頼家を支える目的で13人の合議制がスタートするが、景時も比企能員や北条時政と共にメンバーに選出される。この時すでに幕府内は頼家を支える景時や比企能員らと頼家の弟実朝を擁立する北条時政らのグループに分裂しようとする前兆を感じさせた。比企能員は同じ頼家派の頭脳ともいえる梶原景時と頼家の乳母としての権力をめぐって愚かにも対立してしまうのである。この内紛に目をつけたのが北条時政である。時政は娘の阿波局や娘婿の全成と防御を巡らせる。頼家を支えるために2000人近い御家人を代表する宿老13人の合議制がスタートする。景時は頼家の信頼も厚く側近として仕えていたため、時政はまず頼家派の中心人物である景時の追い落としに取り掛かったと思われる。吾妻鏡によれば、結城朝光は頼朝の落とし種と言われるほど頼朝に可愛がられた人物であったという。その朝光がある席で、忠臣は肉に仕えずというが、頼朝様が亡くなられた時に出家すべきであったと口を滑らせた。すると景時は頼家に、結城朝光は頼家様に仕えたくないと公言していると讒言したという。そのため阿の局が朝光に、あなたは景時に讒言されたため頼家様に殺されるでしょうと忠告する。困った朝光は親しい三浦義村に相談する。さらに義村は和田義盛らに話を持ちかけた。日頃から景時の讒言癖に悩まされていた御家人たちが66人も集い、梶原景時弾劾の連判状を作成する。
この連判状を突きつけられた景時は一族と共に鎌倉を去ったと吾妻鏡に記されている。同じ頼家派でありながら比企能員も景時追放には積極的に行動したようだが、66人の署名の中に北条時政と義時の名前が入っていないというのは奇妙で何とも不自然である。さらに吾妻鏡によれば、頼朝の生前に和田義盛が務めていた侍所別当を景時が羨ましく思い、一日だけ交代してほしいと頼んで交代してもらった。ところが景時は何年経っても交代しないので、義盛が将軍頼家の代になって苦情を訴えたという話が記述されている。吾妻鏡は鎌倉幕府の公式歴史書と言われるが、後に北条氏によって編纂されているのである。常識的に考えて、頼朝が勝手に侍所別当の交代を認めるはずはなく、景時の傲慢さを際立たせるために吾妻鏡に書かれた作り話のようである。景時とその一族は上洛しようと試みるが、駿河の地元の武士に討ち取られ、33人もの首がさらされたと吾妻鏡に記されている。駿河は北条時政の首領であるところから、梶原一族は時政によって討ち取られた可能性が非常に高い。この後、時政によっていとも簡単に比企一族が滅ぼされ、頼家も幽閉された後に暗殺されている。将軍頼家を排して阿波局が乳母を務める実朝を将軍に就任させるために仕組んだ北条氏の謀略が見事成功したのである。以上の事実から梶原景時追討の黒幕は北条時政にまず間違いないと思われるのである。梶原景時は駿河で子息の景末、景隆、景持とともに1200年正治2年2月に討ち死にしている。しかし次子景隆の子景継は再び幕府に仕え、第三子景持の子孫も西国で後世に繁栄している。